おはようございます。マルジャバ、はい、私たちは世界一周をしている40代の夫婦です。皆さんチャンネル登録、いいねボタン、コメントよろしくお願いします。お願いします。さて本日はどこでしょうか。はい、飛び石のバスステーションです。はい。さてこれからどこ行きますか。はい、これから和部家に向かいます。はい。だいたい2時間から3時間ぐらいですかね。はい。はい、1人15ラリーですね。はい。はい、では本日の旅行ってみましょう。行きましょう。トイレ休憩しました。はい、ということで到着しました。和部家に到着しました。はい。2時間半ぐらいで着きました。うん。標高が高いので、上杉と同じで、と日差しが強いですね。日差し強いね。はい。じゃあちょっとね、宿に行って荷物置いてから回りたいと思います。今日泊まってる宿、めっちゃ景色いいなこれ。今日泊まる部屋はこちら。ダブルベッドが置いてあってめっちゃ広々。冷蔵庫も完備されていて、棚もしっかりあります。シャワールームもめっちゃ清潔。シャワーのスペースもめっちゃ広い。洗面台も綺麗。キッチンもめっちゃ綺麗。広々で。ガスコンロもしっかりしているし、洗濯機もある。電子レンジもあるし、これ一通り全部揃ってるね。食器類も綺麗だね。これでなんと、お値段1泊3300円です。めっちゃ安いね。はい、バストイレ付きでキッチンついてお部屋があんなに綺麗で、そして外に出るとすぐに和部家さんが見えます。だね。はい、素晴らしいです。天気めっちゃいいね。嬉しい。綺麗だもん。そうね。和部家さん。アルメニアにあったチチュハン。ジュース美味しかったよね。そうね。ワインも美味しかったね。チチュハンワイン美味しかったからね。ねえ、フルーティーだよね。車取って。はい。片道30ラリーに値切りました。そうね。一番上なので。はいはい。多分かなり。ね、こう下から登ると結構大変なので、1時間半から2時間って聞いてるので。帰りは歩きましょうかね。はい。Yes. We'll start. 綺麗ですね。めっちゃ可愛い。ね。ね。気持ちいい。気持ちいいのかな。可愛いね。教会見えてきたね。見えてきたね。まずはね、教会と和部家さんを一緒に写真撮りたいなと思ってて。ちょっとね、向こうまで行きたいなと思います。すごいね。この崖道を歩いていくと裏側に回れるのかな。足元こんなですけど。結構な崖だね。はい、やってまいりました。やってまいりました。和部家といえばここゲルゲティの三位一体教会ツメイナサメバです。めちゃくちゃ絶景ですね。めちゃめちゃ絶景です。はい。後ろには和部家山5047メートルが見えます。綺麗だね。ね。
ちなみにこちらの教会14世紀にできました。なんでこんな丘の上に建ってたんだろうね。ね、そうなんです。町からすんごい歩くんですよ。めっちゃ丘の上だからね。そうなんかさすがに歩いてもよかったんだけどちょっと再編かなと思ってはいはい一だけタクシーで来てしまいましたが、帰りは歩きたいと思います。もう本当に絶景ではい。素晴らしい景色です。すごいよね、ここ。ねえ、来てよかったね、ここ。来てよかった。天国に一番近い教会と言われてます。なるほど。はい。絶景独り占め。ぜひね、皆さんこの十字架があるとこまで歩いてくださいね。ここに来ないと、数べき山教会、十字架のね、この素晴らしい景色見れないですから。3点セットね。ここまで皆さんね来ないんですよ、全然。でも来なきゃ意味ないです、ここまで。ぜひ降りてきてください。教会で荷物も下ろしてて持ち上げようとしたら頭をぶつけて、油がいっぱい垂れてきて油まみれになって、で油がついたところとかを洗ったらビシャビシャになりました。びっしゃびしゃじゃん。取れるといいな、油マジでお願いします。取れますように。やはりここが天国に一番近い教会なのかもしれません。そうですね。さてこれから1時間半歩いて、はい、じゃあ麓まで戻りましょうかね。はい、頑張りましょう。はい、頑張りましょう。最短ルートを歩いてますが、どうなんだろう。結構急斜面ではある。いや、奥に見えますかね。はい。馬2匹に後光が差してるんです。めちゃくちゃ綺麗だよね。めちゃめちゃ綺麗で見とれてしまいます。だね。この旅でいろいろな絶景見ていますが、はいはい。本当にね、一番じゃないかって思うぐらい今感動してます。光のマジックだよね。ね、馬たちもね、その場から全然動かなくて、そう、その状態がずっと続いてて、光が差していて、もう言葉にならない美しいです。やばいね。ね。川が流れてる感じだね。山に雲がかかってて綺麗ですよ。綺麗だよ。なんか見えてきましたね。ゲルゲッティタワーっていうようです。すごくないここ。なんだろうね。これすごいね。これはすごい。なんでこんなところに積み上げたんだろう。すごいね、景色が。景色すごい。ね、すごい。結構厳しい環境だよね、ここ。すごいね。景色がどんどん目まぐるしく変わって、面白いです。面白いよね。降りてきたね。降りてきました。ここはゲルゲッティ村です。この村を越えて戻ります。やっと村に着いた感じだね。はい。これ家ってかもう廃墟でしょ。誰も住んでないけど。完全なる廃墟だよ。すごいね。これすごいな。あの上から降りてきたのね。めっちゃ高いな。頑張ったね。高低差あるね。ね。でも本当にね、歩いてて楽しかったです。ね、景色どんどん変わるからね。滞在させていただいたゲストハウストムタさんです。お部屋がとっても綺麗で、もうキッチンもね綺麗で、ここではね食事は自炊をしていました。オーナーさんがねとても親切で、そしてコストパフォーマンスの素晴らしい宿です。快適だったね。はい、ありがとうございました。お世話になりました。ということで本日は絶景が広がるというジュタンに行ってみたいと思います。だいたい車で45分ぐらい行って、でそこから1時間ぐらい歩くそうです。一応今タクシーと交渉して行って3時間滞在して帰ってきて90ラリー。だいぶ年代物の
車に乗って移動してます。若干オイル臭いね。調子絶対悪いよこれ。調子悪いよね。止まらないことを願います。なんとですね、はい、まだ村には着いてないんですが、はい、前見ると土砂崩れでタクシーがこれ以上行けないと。はい、なのでちょっと歩いていきますですね。はい、こっから2キロ3キロあるって言ってたね、村まで。でもここはだいぶ切り立った崖で川が流れてるかな。下には丘の上に村が建ってますね。ほんとちっちゃい村。これジュタの村かな。土砂崩れのところから20分ぐらい歩いてジュタ村に到着しました。だいぶのどかな村だね。ねえ、流れてる水がとっても綺麗です。今日飛び石に戻りたいと思ってるので、ちょっと時間に限りがあるんですが、行けるところまで行ってみたいと思います。確認つけるでしょうか。はい。この急な坂を上がっていくとどんどん標高上がってきますね。登ってくるとだいぶ見晴らしいいね。だいぶ登ってきましたね。ね、上の方まで来たけどね、山綺麗だわ。めっちゃ綺麗だね。目指している湖まで3キロ、残り時間は20分。どうだろう。行けるとこまで行ってみましょう。はい。だいぶね、天気が回復してきました。ね、すごい綺麗。ねえ、山が綺麗。綺麗だね。やっぱ日が当たると全然違う。ということで、はい、ちょっと目指していた湖までたどり着かなかったんですけど、はい、でも綺麗ですねここ。ジュタバレーすごく美しいです。おそらく7月ぐらいに来ると、ここに高山植物が咲いて、とっても綺麗なのかなって思いました。綺麗だね。でも今でもね、とっても綺麗です。緑一面でね。ね、カフェからは比較的平坦な道のりでね来れるので、ぜひね皆さんね頑張って歩いてみてください。ですね。はい。気持ちいいよね、歩いてね。ね。いやー綺麗だね。めっちゃ綺麗。この景色ちょっとキルギスっぽいよね。確かに確かに。ね。緑多くてね。緑がいっぱいあって。吸い込まれるようなこの谷と緑ですね。行くよ。バイバイ。ということで帰ってきたので。戻ります。はい。ということで無事帰ってきました。帰ってきました。素晴らしい景色でした。だったね。ね。そしてジュタ村もね、すごく素朴な雰囲気で、そうだね。もうちょっとゆっくりしたかったです。そうだね。ね、してね、湧き水汲みました。飲んでみたらとてもまろやかで美味しかったです。はい、ということで飛びリス到着しました。到着しました。はい。本当は昨日帰るはずだったんですが、最終バス6時のはずなのに4時前になくなるという謎の事態が起きまして、だよね。はい。風べきもう一泊してきました。はい。まあ無事2時間半3時間ぐらいですかね。はい。で帰ってきましたけどもね。ね。さて風べきいかがでしたか？はい、風べき本当に素晴らしかったです。綺麗だったね。はい、景色はダイナミックですし、なんといってもゲルゲッティの三位一体教会と風べきさんの風景ですね。いや本当に素晴らしかったです。晴れて綺麗に見れたしね。ね、良かったですね。ラッキーでした。はい。ということで次回はねまた移動したいと思いますので、はい、ね、次の場所の様子をお伝えできればと思いますので、はい、はい、その様子をお伝えしたいと思います。はい、はい、ということで本日の動画はここまでしたいと思います。このチャンネルでは旅の Vlog やシネマチックムービーアップしていますので、皆さんチャンネル登録といいねボタンとコメントをよろしくお願いします。
ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。いつもご視聴いただきありがとうございます。皆さん、チャンネル登録、いいねボタン、コメントをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。